こんちは。生産装備禁止の 4G 攻略パート11、始めてまいります。今回で上位攻略は最後になると思います。早速ですが、ラストを駆け抜ける武器を制作しますか？素材はすでに前回マガク社で入手済みだ。名店の星屑から双剣、グレン爆エンジンが作れるぞ。これはご存知フェアリーテイルのコラボ武器だね。主人公の奥義の名前らしいぞ。必殺技らしいシンプルさがありつつ、属性とかもわかりやすくていい名前ですよね。見た目は青と赤の剣となっています。淡い色なのが可愛らしい。性能の方は倍率150の会心 5%、長い青ゲージに、火と爆破の相属性となっているぞ。基本残念性能になる相属性だが、爆破400と非常に高いのが特徴だ。表示属性値を半分にすると実質の値になりますが、爆破200はブラキ武器と同じ数値ですね。一方で気になるのは物理性能。青ゲメインとはいえ、倍率150はさすがに低すぎますね。4の生産双剣は弱いことで有名なんだけど、それでもさすがに足りなさすぎだな。攻撃属性の火も実質90しかないですからね。爆破が切れる後半かなり不安です。一応スキルで弱徳をつけることはできています。これでどの程度通用するか。よし、とにかくこれで攻略を進めていこう。まずはティークエのダレンからだ。ここからは大物ばかりになる。それこそ火力が重要だから不安だぜ。村のダレンはスラークでギリギリだったんですよね確か。それよりは強力なことを祈りたいが。前半戦は多分いけそうな感じするんですけど、決戦ステージが問題ですよね。こいつ、爆破ダメージの通りはいいけど、後半は全然爆発しないだろうからね。前半戦は体力が一定値で止まるはずだから、貧弱な物理性能で対応しないといけないんだよな。火も全然通りませんしね。青ゲージが長いとはいえ大丈夫なのか。さあ、では背中に乗り込みまして、これ見よがしに殴れそうなもっこりを殴っていきます。ここはチャークなら調出ですぐ割れるほど脆い。ここの処理速度でなんとなくの火力が測れるぜ。でもやっぱり双剣は快適でいいな。贅沢言うなら競争も欲しいところだけど。この企画で双剣持つのは海賊 J に続いて2本目ですか。今度はちゃんと属性がついています。お、ちゃんと壊すことができましたね。結構早いんじゃないすか。なかなかいい感じだね。4G で武器種が強化されてガチ武器になったか。そういえば上位イベント双剣の話だけど、なぜか全部非属性がつくんだよな。うち2本は陽覚性ですけどね。しかも、どれも属性値が200いかないほど低い。4の時はこの属性値の低さも弱い要素でした。片手のがマシに見えてるレベル。発掘の状態以上しか役割なかったよな。生産が弱いのは双剣に限った話じゃないけど。4G ではいくつか強力な生産も出てきて、いろんな要素が劇的に改善されたよな。突進連山の追加で属性自体活かしやすくもなりました。4G でも最終的には発掘が欲しくなりますけどね。さて、腕が壊せました。このまま乗り込んで噴気口を叩きます。ここもまた定点火力が問われるところだ。物理肉質はちょうど50だね。50くらいは弱点特攻が一番行きやすい肉質。単純火力 1.1 倍は破格も破格よ。外心 40% 相当です。これがスキルポイント10でつくと考えるとすごい。最近は弱特もどんどん制約が厳しくなってますけど、一番暴れてた時代でしょうね。肉質プラスするっていう方向性がまず強いよな。他の火力スキルと被らないっていう。ヒットストップが増えるのがデメリットと言えるが、効果に対してはさまつな問題だね。ヒットストップはある程度あった方がプレイフィールは向上しますね。殴ってる実感は欲しいところ。で、青からギリギリ落ちたくらいのところで、無事に噴気口が破壊できました。おお、なかなかええやんグレン爆エンジン。少なくとも回のスラークより優秀だぞ。ここって潜るまでの猶予が意外と少ないんだ。しっかり火力が出てないと壊しきれないのよね。チャークで挑むと楽勝で壊れるんですけど、あれはさすがに火力の次元が違いますからね。総合して前半戦は非常に順調でした。兵器の多様はもちろんですが、ひるみもよく取れてましたね。この決戦ステージの移行タイムは、早いような遅いような。そんで問題は後半だよ。こっちはますます火力が求められるぜ。基本は腹を攻撃してタウンを取り続ける形になります。リーチが短いと引かれやすくて大変です。失敗することはそうそうありませんが、火力が足りないとマジでギリギリになるので注意。スラークの時はマジで船壊れるかと思ったよ。油断ならんなこいつも。しかし聞いてるのか分かりづらいな。爆破エフェクトがかなり見づらい。爆発音だけは聞こえるんですけどね、蓄積中のエフェクト地味だし分かりづらいです。後半になって明らかに爆発の頻度が減りました。ここが爆破属性の辛いところです。爆破にはある程度の物理火力も求められる。さすがにそのダメージは足りてない感あるわ。なんで上位双剣ってこんな渋られてるんだろう。弱えだろどう考えても。まあ、双剣って過去壊れ武器を多く輩出してるんで、開発側も警戒してたのかもですね。
ていうか、なんか変なとこに閉じ込められましたね。どこ殴ってるかわかりませんよ。なんか緑だと弾かれてるよ。もったいねえな、ここ。ダレンのダウン時、どこ殴ればいいか毎回迷うわ。弱点があったはずなんだが。普段は調子打ってるとこなので、割と甘えてましたね。その後ほどなくして無事に討伐完了しました。18分近くかかりましたが。残念ながら火力足りてないな。火が効かないとか以前の問題だ。この後さらなる大物が控えてる。大丈夫かこれ。ともかくやってみましょう。無理ってほどじゃないですしね。ということで星7キークエが終了しまして、いよいよダラくんのお出ましです。肉質は柔らかいし、殴る機会自体は多い。つまり火力勝負になるんだが。そこは双剣の手数や何やらでどうにかごまかしたい。ダラの爆破ダメージ自体は大きいし。双剣でダメならまた超質連打する羽目になります。それは企画的に避けたいところ。それではやっていきましょう。尻尾は壊さずに体に直行します。つうか双剣じゃ尻尾届かなさそう。美覚集め地獄やんこの武器。この企画では不要なアイテムだと思うけどね。ダラ武器は生産から強化しないといけんし。ダラ系統のほか、レウス系やレイヤ系の武器も G 級強化だけイベント限定になっちゃいますね。そもそも上位集会所に普通にいたモンスの武器は G 級のイベント装備とは言いづらいですよね。このゲーム延命の仕方が斜め上すぎんだよな。ここさえなければオフラインでも最強の作品なのにね。っていう何度目かわからんうちは置いといて、まずはダラくんの頭ひるみを狙いますか。このフェースで取れる選択は2つ。頭を殴るか、銅を登って先陣を殴るかです。ダメージ重視なら頭を狙うべきですね。ここはしっかり双剣でも届いてくれます。頭の肉質自体は爪とかと変わらないんだけど、ひるみ時に大ダウンをかましてくれるんだよね。本当は竜属性が欲しいんだけどね。弱点には竜30の通るし。夢武器、強力な竜属性が存在しないんですよね。一部の強力な古竜が鬼門になります。一応 G 級では使えなくもないんですけど、ちょっと運用が難しそう。竜がついてりゃいいってもんでもないしな。ベース動ける武器じゃないと。動けるという意味では双剣はやはり強いね。狙い通りにすぐ攻撃できるだけで偉いよ。爆破もしっかり役に立っています。タイミング次第ではすぐに V 破壊が完了しますね。ダラ君は爆破ダメージ300属となっています。基準体力を考えると500で良かったと思いますが。基準体力はダレンの 1.1 倍もあるんだよねこいつ。ちなみにダレンは爆破が500通るぞ。ひるみによる攻撃機会の確保は強みだけど、後半息切れの懸念はダレンよりあるな。ダラの爆破耐性は初期140で、その後は75刻みで上昇していきますね。最終的には2015まで上がります。こうなるとほぼ狙えませんね。実質の爆破属性値が200だから、101回発動させないといけないのか。となると300回以上攻撃を当てる必要がある。いくら双剣でもめっちゃ時間かかるね。実際にそこまで上がることはないでしょうが、どんどん苦しくなるのは事実です。それにダラ戦はラストの攻防が難しさの9割なので、なおさら爆破は微妙かもしれませんね。正直、道中はどうとでもなるからね。最終盤は防御力も不安だぜ。はい、ということでやってきました最終盤。ここに陣取り始めたら討伐まで動かないぞ。物足りないという理由だけで追加された謎の隕石くん。彼が非常に厄介なノイズとなる戦闘です。熱ダメージも含めて火ダメがかなり苦しくなるので、普通に戦うのは避けたいフェーズですね。乗り越えるコツは、ダラのダウン条件をいくつか残すこと。道中で無駄なひるみを取らないことだね。うちジャンプ攻撃のダウンは発動させやすくて強力だ。適当に腕を殴れば OK。ジャンプ攻撃は、ノリとは別カテゴリのやられ状態です。ノリが効かなくてもジャンプ攻撃ダウンは効きますよ。ダラ原子の初期耐性はなんとたったの5しかありません。こんな大きいけど意外に繊細なんです。これは原種亜種どちらにも通用する。亜種はちょっと耐性が高めだけどね。このひるみ、道中で取りやすいから注意だ。うっかり殴ると終盤がきつくなるぞ。2回目くらいまでは無理なく狙えます。消費しちゃっても諦めずに行きましょう。あとはナイフ攻撃のダウンもあるはずなんですが、なぜか全然取れませんでしたね。これ、通発で奪えるはずなんだけどな。うまく当たらんかったか。仕方ないから V 破壊に切り替えることにしたよ。爪破壊でもシンプルにダウンが取れる。爪は3回ひるませるとようやく破壊になります。純粋に火力が問われるところ。これら総動員して討伐しに行きます。めっちゃ苦しいですが息つく暇はありません。多少の火ダメやオツは気にしない方がいい。土台安定するように作られてないからね。あとは気持ちの問題になる。なんとか相手を倒すんだ。このダラ戦、だいぶ苦労させられました。なんと25分割になってしまいましたよ。長引くほどに難易度が上昇する相手なので、最後は本当に満身創痍でしたね。回復アイテムが尽きかけてたぞ。
さすがにもうちょい早く終わると思ってたな。何はともあれこれで周回所上位はクリアだ。ハンターランク解放だね。これで一区切りと行きたいところですが、まだ少しやることが残っておりますね。ちなみに解放時点でハンターランクは39だった。こんなもんか。寄り道はそれこそイベントだけだったので、我々的には平均くらいですかね。で、解放されたばかりですがすぐ緊急が入ります。G 級昇格試験のウカムくんですね。4でアカムがすでにいたし、素材も登場してたから、4G 発売時のインパクトはあんまなかったよなこいつ。さてと、武器はこのままでいいか。非属性が一応効くしね。実質属性値90で非と言えるかは微妙ですが、ないよりはマシってやつでしょうか。この子の立ち回りはハンマー縛りの企画で少し学びました。手数武器は最初に腹を壊すのが重要そうです。腹を壊すと周辺の肉質が少し軟化する。全部位が変わるわけではないが。どちらかというと弾かれ防止になるのが大きいかな。前足と背中が弾かれづらくなるぞ。それぞれ破壊報酬はあまり豪華じゃないですけど、爪が欲しい場合なんかにも有効そう。そして今回も始まるのはただ避けるだけの先行突進。ウカムはこれがとにかく面倒です。完全に向こう側だけに利がある行動だよね。それ自体は珍しくないんだが。その頻度の高さと対抗策のなさ、退屈な時間が長すぎるのが問題だね。体術をつけてダイブで避けるのは面白いんですけど、それもすぐ飽きますしね。それにしても爆速で後ろ足ダウン入りましたね。これは爆破のおかげでしょう。ウカムは爆破ダメージ3略族。ダラと一緒だな。ただ、基準体力はダラの半分以下。相対的に非常に有効と言えるだろう。肉質的には火を担いだ方がいいですけどね。腹破壊後は特に火が有効になります。それでもこの武器が最高クラスに輝ける相手でしょう。もうちょい頑張っていただきたい。当然、グレン爆エンジンにも G 級強化はない。実用に耐えるのは今回までだろうからな。紹介できる上位の夢武器はまだまだあるんだけど、できてあと1種類くらいかな。次回は G 級の攻略に入りますからね。あえて上位クエをプレイし続けるわけにもいかないし。ほぼパート数分の武器が紹介できることになるので、全体の数はどうしても絞られちゃいますね。そのせいで、発掘が絡む余地が全くないのが最近の悩み。いや、最初から少し予期していたが。G 級でも優秀なイベント武器多くあるからね。正直我々の PS なら詰まることはないし。ですね、いくらクエストが苦しいと言っても、クリアできないほどじゃないですから。ここは流れに任せていきましょう。変に関わって弱い武器担いでも寒いし。発掘はそこの問題があるんだよな。担げたら担ぐ、でいくか。さて、5分張りになったところで、無事に腹が破壊できたよ。ウカムのお腹は腹部と腰回りで肉質が分かれています。破壊に絡むのは腹部だけっぽいですね。耐久値は340とそれなりの数値ですが、爆破が絡めば結構簡単に壊せますね。破壊後は頭や腹部が物理、共に軟化。切断は頭も柔らかくなるのがいいね。ウカムは素材集めが面倒な相手だけど、類破壊を利用するとかなり楽になるぞ。我々のイメージは後ろ足を殴り続けるものでしたが、これは肉質的にかなり効率が悪いですね。後ろ足ダウン戦法は昼道の低さを利用したもので、肉質自体は物理30、非15とだいぶ悪めです。しかも腹壊しても後ろ足は軟化しないからな。正直安全以外のメリットがないね。これは昔のウカム対策の名残だろうね。セカンド G では非属性が30も通った。サードなんて後ろ足が一番非属性通りましたからね。あまたのウカムが足元を焼かれておりました。そう考えると結構 4G では強化されていますね。物理面もさらに渋くなってるし。ヒットストップの手応えを感じづらい相手だよね。あんまりいいイメージないわ。それにどうやらウカムは体の後ろ側にいると、先行をしやすくなるらしいのよね。これって過去作でもそうでしたっけ？ 4G だけならだいぶ露骨に対策されてますよね。正面は大ジャンプやブレスで危ない位置ではありますが、無駄に時間稼ぎされるよりはマシです。弱点も前方に固まってるからね。これでタイムの短縮を狙った方が賢いな。よし、それじゃああとは慎重に削っていこう。上位段階のこいつは長期戦が避けられん。グレン爆エンジンを信じましょう。非属性90はちゃんと通用するか。結論から言うとちゃんと通用しました。双剣自体の相性がいいだけかもしれませんが。ダメージ効率はダレンやダラより圧倒的にいいね。爆破が有効なのが何より大きい。物理と火のダメージは足りてない感がすごいけど、悪くはない気する。火も無駄になるわけではないですからね。タイムには寄与しているでしょう。この狩猟25分くらいは覚悟していましたが、思ったよりは早く討伐まで行けましたよ。クリアタイムは20分23秒だった。この段階なら全然いいんじゃないの。これで晴れて G 級昇格だ。だが、食わなかったか。道中苦戦はしましたけど、
ハンマー縛りよりは楽だったかも。さて、進行度合いではかなりキリがいいんですけど、せっかくだからもう一回くらい借りますかね。結構スルーしてる相手いるからね。キティをやっていくか。ただグレン爆エンジンだとちょいときついので、ここはチャークを持たせてもらうよ。とはいえ対ティガで有用なガード性能2がありません。大方向へのカウンターは狙えませんよ。ということで GP 根室メインではなく、調出主体の立ち回りにしていこうと思います。なんだかんだこれでもいいタイム出ちゃうからね。伝説 J アンカー的にも合ってる戦法だし。開幕だけどやたらと威嚇する個体を引いたわ。これは調出を入れなさいという神のおぼし飯か。おぼし飯かは置いといて、絶好のチャンスなので利用させてもらいましょう。この子は爆豪状態になるまで肉質が渋いので、その点では固定ダメージ戦法があっておりますね。まあ、怒り状態までは合ってないようなもんだがね。すぐ移行するし。今もこの通りほぼ調出一撃で怒り状態だ。ここまでの大技なら他のモンスでも同じだがな。この技、フルヒットのダメージ本当にえげつないです。小技を一生懸命当てるのがバカらしくなるレベル。この形態で狙うのは後ろ足ですかね。ギリ弱得的妖怪ですがまあまあ柔らかいです。しっかりひるみで転倒も取れるしな。耐性が低くてもさすがに支えが効かないんだね。他の部位は大した旨味がないけど、チャークなら頭狙いもありかな。ダウンが入れば調出が入りますからね。ダメージの取り方としては悪くないです。体育が大きいとフルヒットしやすいのが嬉しい。ウィン一発あたりダメージ大きいですから。でも今回はスタン取りきれなかったか。意外と耐性あるね。それならそれで爆動状態で取りに行こう。この場合は解放切り連携のが良さそうだな。肉質は頭63の爪65ですけど、なんとなく頭を破壊しておきましょうか。やはり柔らかい部位が多いとメリハリがあります。ウカムくんも見習ってください。クソ肉質は評判が悪い。主語でかいけど、シリーズ通してこの傾向あるよな。肉質が平坦だと工夫の余地がないのが嫌なのよね。八つ叩き聞いてるか。八つ叩きはアシュのが面白かったですね。水の強属性でよく調出打ってましたっけ。さてと、スタンが終わっていざ爆豪状態。どこまで通用するでしょうか。大技のガードはなるべく取らないようにしよう。体力やスタミナがごっそり削れる。開幕の雰囲気的に問題なさそうかな。気張って攻略していこう。なんか拍子抜けするほど順調に進みましたね。ポコポコ殴れている気がします。爆豪状態に手を出しづらいのはそうなんですが、GP で後隙をごまかすことはできます。ガード削りがあるとはいえ、ガードできてりゃ致命傷は避けられるしな。爆破やられは厄介ではあるけど、これが付与される攻撃はダメージが低めだ。割と気合を入れて臨んでたんですが、思ったほど苦労はしませんでした。最後がノリからこづいてフィニッシュ。早い。8分台で討伐できるとは驚きだね。10分は超えるものと思ってたが。つうか普通に攻略した時とあんま変わらんぞ。もしかしてこいつも調出運用でいいのか。数少ないナバルチャークの出番なのに、そんなゴムたいな。ということでいよいよこれで上位は終わりです。少なくともキークエや緊急の類は残っていません。もしかしたらあと1本くらい武器を試すかも。それは撮影時に考えるわ。しかしグレン爆エンジン、ラッツいなこれ。リアルに十数年ぶりに担いだわ。MH4 当時、まあまあ重宝してた覚えがあります。とにかくラインナップが少なかったんで。見た目も凝ってていい武器ですね。抜刀すると刀身が現れるタイプ。こいつもまた活躍は今回限りだろうが、供養はできたね。よし、次回から G 級攻略頑張ろう。ここからが本番だ。どんな装備が待ってるのか、楽しみですね。ほいじゃ、次の動画で。またね。